どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。わらしべ長者のわら A の友人役を務めたさやです。ややこしいな、関係性が整理できなかったわ、今の一瞬で3人いたからすごかった。今登場人物多かったわはい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、どこからか溶けるチーズ。ここかな、ここかな、ここかも。そんなことよりなんでここ沖縄県あるの、ここに。ということで今回こちらです。マンホール。はい、マソホール。マソホールになってますね。はい、下水とかね、配管のところの蓋になってる。まあ皆さん日常的に見るんじゃないでしょうか。いや、そうね。はい、ということで今回やってる企画はこちら。でどーん。プロの絵師が街中のマンホールに無許可でお絵かきしてみた。僕らのバラミンゴ。はい、まあと言いながら、はい。皆さんダメだよ、やったら。そうだよ、だって街の中にあるね、マンホールはね、市が管理しているというか、まあ、国が管理としていると言いますか。そう、地域のものですからね。勝手にお絵かきなんかしちゃダメなんですよ。バカだれ。いや、でも訂正はしないです、タイトルコール。そうですね。なぜかというとですね、はい。事の発端は1年前に遡る。そんなに吹きすさんでた。いや、なんてことないんですけど、はい、僕が車を止めます、駐車場に、はい、裏庭的な感じがあるんですけど、夏目さん家にはね。そうですね。はい。で、そこを行こうとした時に、駐車スペースにあるマンホールの蓋を普通に踏んだわけですよ。はい。その時に何が起きたか答えてください。はい、ピコン。そういう。電話避け。そこから光が漏れ。なんと竜が立ち上ったのである。登んなよ、竜。いや、違う、もう割ったのよ、普通に。あ、割れたんですか。普通にパコンって割っちゃったの。そこから出てこない、割れない、生まれない。マンホール太郎とかいう話は出てこない、別に。生まれないんだって、みんな。夏目さんちのマンホールは今、粉々なんですよ。そう、割れてしもうたわけですね。はい。だから今、すっげえ危ないんだよね。すげえ危ねえもん。すげえ危ねえ。すげえ危ねえのに1年間放置したのよ。だからマンホールの蓋を。我々は2021年中につけようかと思います。はい。偉すぎる。こんな涙なくして聞けないよ。2021年のさ、1月1日にさ、トイレも直せない夏目さんちがさ、1年かかった。トイレも実はまだ直ってない。日常生活に何か不備があったとする、時間を使わなければならない時があったとする、そこに対して、じゃあ動画撮っちゃえっていうのが YouTuber なんですね。というわけで、みんな見たことあるでしょう。まあこれは何の変哲もないホームセンターに売ってる白いマンホールですね。そうですね、はい、マンホールの蓋売ってるんやって思ったんだけど、はい、まあこれはうちのね、水道のところ、自宅用のものになりますので、はい、なので無許可で絵を描きます。イエーイ。ではですね、ここにもうゴリゴリ絵を描いていきたいんですが、2人で1個のマンホールをちょっと描いていこうかなと思うんですが、まあ、どうしましょうか。これ半々でいきます？そうだね、半分で。最近腕まくるたびになんかって気持ちになる。負けない。よし、書くよー、はい、じゃあもうここにひたすら下書きしていきますか。で今回テーマは海外のっぽくしたい。ちょっとマンホールってなんかさ、こうアーティスティックなマンホールにしたいわけよ、僕は。じゃあなんかなんていうの、ああいうのみちみちな絵。じゃあ道絵を描くときには訳すな、使いこなすな。これでも2トンまで耐えられるらしいよ。本当に？そうだから、ゲンさん5人分くらいまでは大丈夫。ゲンさん重くない？ゲンさん200kgもある。切ったな。でもこの後だってあれするから、上に塗っちゃうからね。そう。お前の過去も上から塗りつぶしてやろうか。いいやつなのか悪いやつなのかどっちなんだ？いい思い出ないの？塗りつぶしたい過去しかないの？サイピとの思い出はそんな程度なの？引っかかってくるな、随分。ちょっと今日めんどくさいキャラでいこうと思う。いつもめんどくさいんですよ。いつもめんどくさいの？めんどくせえな。ちゃんとめんどくさいわ。いつもめんどくさいの？気にしてんじゃん。うるさ。やめて、頬を閉めたみたいな。うっかり出てしまいました。お星様と見せかけて人で描こう。世界観が統一されていていいですね。ここにのたうち回るオムライスも描いておくね。
何があったの？オムライスにビチ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 気持ち悪い。水揚げされてるんだ。水揚げされた。てかお前水中生物だったんだ。水中じゃないかもしれない。オムライスはあなたのすぐそばに生息しています。よし、とりあえずまず下書きかっこ笑いはここまで、もう早速ガリガリ塗っちゃいましょうよ。今の俺たちならいけるって。いつの俺たちだったらいけなかったんだ。ということで今回も僕らの味方はポスカイ。ポスカちゃんということで下書きが思いのほか鬱陶しかったので、はい、塗装してもう一発書きでいくことにしました。よし、じゃあ行きますか。行きましょう。夏目さんち故障してたけど、はい、ずっと放置していたリストのね一つが埋まる。そう、まだ一つなんですけど、ね、まだ一つなの。あともう一つは本当に年始からずっと言い続けてるトイレね。故障がねまた一つレベルアップしてしまった。そうなの。便座が冷たくて今もう夜中に悲鳴上げたもん。って言ったもんね、やばいよ。あんな毎晩悲鳴上げてたらさ、そろそろさ町内の都市伝説になっちゃうよ。やべえ、ハルキゲニアみたいな色になっちゃった。どういう意味？ハルキゲニアご存知ない？ご存知ない。カンブリア紀のハルキゲニアを、養殖生物のハルキゲニア様をご存知でない？え？妻だよ。妻のたしなみだよ。ハルキゲニアを知ることは。ちょっと待って、情報量が多すぎて。やばい、さやさんの2バイトの脳みそじゃ全然処理できないよ。やばいよ、2バイトって初期のコンピューターぐらいだよ。だけどさ、待って、どこからの会話だけど、どうした急にだけどさーって始まったけど、どこからの会話をつなげてだけどがなっちゃったの？カンブリア紀の話。そこかそこか2トピックスぐらい戻った。びっくりしたよ。ごめん、びっくりした。フォトショップとかと一緒で僕ヒストリー結構保存してるタイプ。いや、すごいコマンド Z めちゃめちゃ面白い。すごい戻ったよね。あそこかみたいな。そう。この現象をコマンド Z のパラドックスという。そんなかっこいい名前許さない。玄ちゃんのわがままって名前にする。今日のわがまま。出てこない出てこないマジで出てこない。萎縮しちゃってんだよ、玄さんの前で。優しい言葉かけてあげてよ。ほんと。明日たこ焼き食い行く？それじゃあちょっとまだダメだって。出てきたよ。たこ焼き食いたかったみたい。私ちょっと彼女の気持ちがわからなかったみたい。男だけどこいつ。あ、男だったんだ。ごめんなさいね。何も分かってないなお前こいつのこと。すいません。怖いよ。俺の仮説が間違ってなければ書きやすい。ほらみんな見てこれポスカの使い方の一つですね。爆速で乾くからその筆大事にしな。それは思う。おっしゃる通り爆速で乾いていきます。皆さんやるときは気をつけましょう。すごい感動してる。ポスカのペン先よりも細いやつを使えば表現の幅が広がる。これは北海道くらい？よロシアぐらい。そんなに、それはよく伝わった。ゲンさんの感動が。ゲンさん、私とさイカゲームの真似してさビンタし合おう。なんでビンタだけ抽出しちゃったんだよ。マネーゲームじゃねえんだ。ビンタだけするんだ。そこだけ冒頭のパンそうパンってやつ。そういいよ。妻のこと殴らないよね。妻のこと殴らない。イカゲームの主催人より理不尽かもしれない。おおポスカ動画の時にさ、毎回怒るんだけどさ、うるせえの。非常にうるさいガッチャンガッチャン。ちょっとこれ流れてる時、あれにしてもらおう。綺麗な水の音とかにしてもらおう。確かにこのうるささの騒音をかき消してもらう綺麗な癒しのミュージックにしてみよう。そうだ、癒しのミュージック。いやむしろもうポスカやって。多分みんな癒されちゃったと思う。リスが頬袋にどんぐりを詰める動画と同じくらいの効果がある。うぬぼれてるそれは。今後も何かさ、お互いがなんかちょっとこの話やめたいなって時はさ、指をスナップするとさ消せるみたいな。かっこいい。どう？全部水の音が流してくる。そうなんか全部流すってね。違う、多分今のスナップやったね、猫回ったから。もうそういうシステムになったの。そうそんなかっこよく呼べるようになったんだあいつのこと。そう今来てる。返した。ああ、もういい、戻れ。昨今のポケモンそんなこと言わないだろ。そうなんだぞ。もっと優しい言葉を使ってほしい。戻りなさい。それ逆に後ですげえ怒られそう。優しいのが逆に怖いやつ。
さあということで完成まで一気にやっていきましょう。やっていきましょう。まずはゲンさんのターン。そうですね。今回半々で、うん。ちょっとガタガタしちゃうのでこのマンホールが。いや、そうなのよ。で最初ちょっと青で入れようかなと思ったけどやっぱり今回はパキッといきたかったので黒でいってます。青の上に黒を乗っけてなかったことにしたわね。はい。なかったことにしたけどちょっとこの青が重なったことによっていい感じになりました。そうね。はい。おー、わけわからん生き物たちが生まれていくわ。今回はちょっとね生物感も出したいなと思ったので。で今回ねちょっとまたさっきも言ってたんだけど、筆で塗るのがすごいいいということに気づいてポスカのインクを出して。いやもうなんかずっと言ってたよ。そう筆がたまらない、この筆が僕を成長させるんだってずっと。そんな気持ち悪いこと言ってねえよ。言ってねえよ。怖かったよね。そう下の方にちょっと今回は謎生物書いてますよ。あいつ大好き。よし、さやさんのターン。さやさんのターン。なんかもうすでにシルエットからさ、いないあいつ。いる。何が心がいない。なんか弱き心おらん。いやさ、今回はね、まあ自分の好きなものいつも通りをねもうモリモリに持ってて、ゲイさんがねちょっと黒いんで私黒くなくしたんですけど、なんかパステルな感じでふわっといってますね。そう、パステルみたいな感じなんです。誰ですか？いやもう後でね紹介もするんですけどね、ちょっとこの縁をね見てもらいたい。いやマジで縁になんかこうさ模様かと思ったらおるのよ。そうそう。やつらこれ書いてる時某太鼓ゲームずっとゲイさんやってたね。これ頑張れる。はいということで終わりました。終わったー。でけえ。ということで完成したのはこちら。せーのでどーん。すげえ。もうごちゃごちゃ。今回は僕もいつも通りのこの感じをメカのね女の子を描きつつも獣感出したいなと思って。そう、獣いっぱいいるよね。そう、獣を今回いっぱい入れてみた。獣なの？獣でしょ、どう見ても。いない？ご家庭に。こいつ可愛いな。でしょ？これご家庭にいるよ。あとは、アクセントカラーをアクリル絵の具で入れて、ポスカじゃ出ない色をビビットですね。はい、入れたりしてるので、結構鮮やかにはなったかなと。いいね。で、ゲイさんが結構パキッとそうね決めてたから、じゃあセさん、ほにゃっとにしようかなと思って、でも本当になんていうの、ほら、弱き心と、ゲンザーラシトっていう、こうキャラクターだけちょっと濃いめの色使って、それ以外はもう全部パステル調にして、ナピメおるやん。禁煙から覗くナピメです。待って、ここに夏目さんちいる。で、一応見てほしいので、ここ。そう、これ。見て皆さん、これ。じゃじゃーん。ここに延々にこう、夏目さんちがいるのよ。全部違う顔です。そう、私これが好き。めっちゃある。めっちゃある。なんか僕のさ、このなんかウサギの切れ端みたいなやつがなんか僕に当たってんねん。そう、さつまいもが当たってるゲンさん。さつまいもじゃねえから。できました。はい、ということでこちらでね、マンホール完成したんですけど、今回の目的は、こんなに丁寧に綺麗なものを作れば、大事に扱うはずということで、はい、早速今野ざらしになってる穴にマンホールの蓋をね、セットして守っていきたいと。それでは早速、はめてきます。さあということでこちらですね、カスタマイズしたこれマンホールですよ。見てみんな。あと地味にこんなのありましたねっていう、まだありますよ、ちゃんとこの謎のさやの描いてくれたなんかさ、ここ引っ掛けちゃってさ、あ、本当だ。でなんかケツアゴみたいになっちゃったんだよね。さあそれでは早速いきますか。参りますか。ゴーゴー。さあということでこちらがね現場に着きましたよ。今こんな感じになってるんですね。危な。ではマンホールを封印の儀です。いきます。いきます。ででー。ガポ。お、あ、ぴったり。お。ん。あれ。あれ。大きさはぴったりなんだけどな。隙間がすごくない。あれ。こんな頑張って作ったのに。嘘じゃん。これ合ってないんじゃないの。どうされたんですか、ゲンさん。その子はだってここで頑張ってもらうために私たち頑張って描いたんじゃないですか。サイズ合わないの。ごもっとも。